宇宙世紀における地球連邦軍モビルスーツ AMS の開発史。地球連邦軍のモビルスーツ開発史は、戦術的革新への対応と組織的保守性とのせめぎ合いの中で進化してきた。もともと地球連邦は戦争を大型艦艇と砲撃戦によって制圧するという旧世代的な戦術に依存していた。モビルスーツの軍事的有用性に最初に気づいたのはジオンであり、連邦はその後陣を排する形で対応を迫られることになる。この状況を一変させたのが V 作戦である。宇宙世紀0079ジオン公国との戦争が激化する中で連邦軍はRX 計画に基づく次世代 MS の開発に着手し RX78 ガンダムを完成させた。これは単なる対抗兵器ではなく、当時のジオン MS に対して圧倒的な性能を持つ実験機であり、ビームライフル、ビームサーベル、学習型コンピュータコアグロックシステムなど後の連邦 MS 設計に決定的影響を与える要素が多数搭載されていた。ガンダムはそのまま地球連邦 MS のひな形となり、以降の量産化を目指して簡略化された MS が次々と開発されていく。量産1号機として生まれたのが RX79G 陸戦型ガンダム、そして宇宙専用に再設計されたのが RGM79 ジムである。ジムはコストと整備性を最重視し、センサーや装甲、ジェネレーター出力をガンダムから削減した汎用量産機であったが、それでも当時のジオン量産 MS に対しては十分な戦力を持っていた。以後、ジムは1年戦争末期に大量生産され、数的優位と戦術的柔軟性によってジオンの劣勢を決定づけることになる。戦後、連邦はこの量産型 MS による機動制圧戦術の成果を受けて各種バリエーション機を投入していく。ジムコマンド、ジムキャノン、ジムスナイパーなどは特定任務に対応した派生機であり、局地戦術の進化を示すものである。これらは戦術ごとの適応力を高める一方、整備、兵站の複雑化を招き、後年の共通規格化という流れへとつながっていく。宇宙世紀0083デラーズ紛争に際して連邦は再び高性能機へのシフトを図る。これがガンダム試作シリーズ GP シリーズであり、 GP1 ゼフィランサス、 GP2 サイサリス、各装備 GP3 デンドロビウムに代表されるこれらの機体は戦術兵器の枠を超えた戦略兵器として設計されていた。このシリーズは連邦上層部が密かに MS 核兵器戦術の復活を試みたものであり、後にティターンズ設立の遠因ともなった。この動きに反発しエウーゴが誕生。連邦内部の抗争が激化する中で登場したのが Z ガンダムおよびビッグディアスなどの新型 MS である。ここで初めて連邦エウーゴ側も可変 MS 可変機構による空間機動戦術の概念を導入し、航空戦力 MS の融合を図る戦術改革が始まる。 Z ガンダムは高性能ニュータイプ機としても設計され、精神間大型フレームバイオセンサーの搭載によって機体がパイロットの感情意思に反応するという新たな MS 像が提示された。宇宙世紀0088以降、 ZZ ガンダムやリガズ・リファインガンダムゼータの開発により、連邦側も高性能化と量産性の両立を目指すが、政治的混乱と反乱勢力との連続的衝突により理想的な量産体制は確立しないまま時代は進む。そして宇宙世紀0093第2次ネオジオン構想において連邦が投入したのが RX93 ニューガンダムである。この機体はサイコミ兵器フィンファンネルと連邦側としては初のサイコフレーム技術を搭載した機体であり、シャアのサザビーと対をなすニュータイプ最終戦機として設計された。ニューガンダムはアムロレイの登場によって極限まで性能を引き出され、サイコフレームの共振現象により人の意志が重力をも打ち破るという、もはや科学技術の枠を超えた奇跡的現象を引き起こすに至る。ここにおいて連邦の MS は単なる兵器から意志を託す容器としてジオン系 MS と同様の哲学的領域に踏み込んだことが示される。こうして見ると連邦の MS 開発史はジオンのように革新の先を行く存在ではなかった。むしろ連邦は常に状況に対応し、補強し、標準化し、体系化する力に長けていたと言える。それは裏を返せば安定と支配の思
想であり、MS を道具として使いこなすことに徹した軍事組織の論理である。だが、その連邦が最後にはサイコフレームという人の可能性に踏み込んだという事実は、 MS という兵器の行き着く先が技術でも火力でもなく人そのものであったことを物語っている。チャンネル登録、高評価お願いします。